皆さんこんにちは、シュワタビです。今回はロードスターの購入秘話についてまとめてみましたのでご覧ください。この4つの流れに沿ってお話しできればと思っています。そもそもなぜロードスターを購入したのか、ロードスターの状態と費用について、またその後のレストアについて、乗り始めて約1ヶ月半で乗り心地はどうかについてお話しします。私は平成2年式のユーノス NA ロードスターという車を購入しました。モデルは V スペシャルで排気量は 1600cc です。当時の販売価格は212万円ほどだったそうです。ではなぜ私がロードスターを購入したのかについてお話ししたいと思います。約1年半前に急にハマったマニュアルのバイクがやっぱり一番のきっかけです。そこからオープンカーやスポーツカーに乗りたいという気持ちが大きくなりました。そもそも大前提に私は小さい頃から乗り物が大好きでした。シルバニアファミリーではなくミニカーを集めるタイプで、父親のプロステではいつもグランツーリスモで遊んでいたのを覚えています。過去にはジムニーに乗っていたこともありましたが、なかなかハマることもなく半年で売ってしまいました。レトロで可愛いけど走る車ということで候補に上がったのは初代のコペンとロードスター。選ばれたのはロードスターでした。次にロードスター購入時の状態や費用についてお伝えします。大阪府茨木市にガレージアストレアというロードスター専門店があります。状態も良く、今の中古車市場価格にしては比較的お買い得だったのでは。1週間で購入を決めました。そこからは私のオートマ限定解除のため教習所通いが始まります。バイクの時も免許もバイクもないのに先にヘルメットを買ったりしましたが、今回は免許もないのに先に車を買っちゃいました。続いてレストアについてお話しします。購入後、整備や車検のため 2,3 週間ほど待ち、その後夫の職場である板金塗装屋さんで外装内装のレストアをお願いしました。正直前のオーナーの塗装が少し気になる点が多かったので、同色でフルペイントをお願いしています。雨漏りを防ぐためガラス周りの水切りモールやゴム関係も交換してもらいました。またフロントガラスも飛び石があったので交換しました。純正パーツがかなり高いので社外品を入れましたが、若干の歪みはあるものの特に気にはならない程度です。旧車特有の古い匂いを取るためカーペットの洗浄もしました。その際にあらわになったサビもサビ取り加工をしてもらって、また上から塗装し綺麗な状態に戻してもらいました。そして何より一番気になったのがダッシュボードです。このような感じでかなりベトベトになっていたのですが、一度シンナーで塗装を剥がしてもらい、またブラックで再塗装してもらいました。エアコンは今のところ特に支障なく使えています。めちゃくちゃ真夏の炎天下の中運転するとさすがにホロからの熱が伝わって車内は全然涼しくなりませんが、エアコン自体は順調には動いていると思います。中のシートもこのような感じでロードスター専用のものが多分当時からそのままずっと使われています。シートも多少ひび割れはありますがおおむね良好です。 V スペシャルの特徴、ナルディのウッドハンドルにシフトノブ、これらもクリア塗装をしてもらいました。ホロも初代からずっと乗り継がれている純正品だったため若干の黒ずみはありましたが、メラミンスポンジでこすると綺麗に落ちましたよ。ホイールもドイツ製の BBS が履かれており、なんとも渋い一品となっております。最後にこの NA ロードスターの乗り心地についてお話をすると、正直マニュアル車に乗ったのが初めてだったので、他の車と比較して乗りにくい乗りやすいっていうのはわからないのですが、普段マニュアル車を職場で乗っている旦那からするとすごい乗りやすい車だそうです。私も教習車と比較するとなんか1速2速でもだいぶ走るなっていう印象は最初からありました。で
ミッション操作にもだいぶ慣れてきて、エンストもしなくなってきました。バイクに乗っていたので慣れるのは人よりかは早かったのかもしれません。で NA ロードスターのデメリットとしては、結局2人乗りなので、バイクと言うたら一緒で、ゴルフバッグも入らないぐらいのトランクの狭さっていうのはデメリットです。暑い夏はホロがすぐに暑くなって、正直車内はずっと気温は暑いままっていう感じになります。あとサイドブレーキが若干弱いかなっていう風に感じました。でも NA のやっぱりメリットとしては、もう目的地までの道中が楽しい、そういうことですね。もう本当に運転してて楽しい車に出会うことができました。また、ホロなんですけど、ずっと雨の中走るのは良くないんですが、バイクと違って突然の雨に耐えられるのはいいことだと思います。あと母世代にこれ乗りたかったやつとよく声をかけられることが多くなりました。すごい嬉しいなと思っています。高校生の頃、18歳になったらすぐに免許を取りに行った私が、今やマニュアル車に乗ってこんなスポーツカーを運転しているなんて、当時の私には想像もつかなかったですね。すごい楽しい生活が始まりました。 NA ロードスターの購入を迷っている方はぜひ検討してみてください。